どうも、車のチャンネルです。ブーン。はい、今日は一人でやっておりますけれども、今日何をするかというと、タイのタイヤブランド大谷タイヤの BM2000 タイヤを紹介していきたいと思います。タイではトラクターをはじめ乗用車タイヤとして結構知名度のあるタイヤブランドらしいんですよね。今回ご紹介する BM2000 というタイヤ、大谷タイヤでは乗用車用のハイパフォーマンスタイヤと謳っているので、早速詳しくタイヤを見ていきましょう。トレッドをまず見ていこうと思います。これやる気にさせるデザインだこと、走りを彷彿とさせるデザイン、ここがまずいいなと感じましたけれども、これ雨の日の排水性、こちらも非常に高いという性能を謳っています。排水の塊、もうどこからでも水が逃げてくるような感じです。このセンターグルーブ、こちらでですね、高い直進安定性を生んでいそうな感じがしますけれども、でこのタイヤのショルダー部なんですけれども、幅を持たせているということで、ここの強さがあるからこそカーブでしっかりタイヤの形を保って安定した走りをしてくれるという。でこのゴム自体もですね、コンパウンド自体も高強度ゴム構造ということを使っていて、車のハンドルの応答とかに素早く応答すると。はい、でこのタイヤトレッドエアが180ということで、この数値結構スポーツタイヤだと思いませんかね。かなり食いつきそうなイメージのあるタイヤを実際にサーキットに持ち出してサーキットで走ってみたいと思います。でそちらではゲストも2名現れます。私だけの意見じゃなくて、また2人意見交わりますので、また濃密な内容になるんじゃないでしょうか。じゃあ実際に一般道と高速道路、サーキット行ってみたいと思います。はい、一般道を走ってますけれども、バリバリのスポーツタイヤ、どんな走りなのかなと思ったら、思ったよりかはそんなにハードな印象はないですね、一般道で。今空気圧 2.4 キロにしています。乗り心地としてはそんな硬くもなく、でもやっぱりサイドウォール硬め寄りなのかなっていう印象を受けます。結構しっかりとしたスポーツタイヤなんだなっていう印象はこの一般道でも分かります。でロードノイズなんですけれども、やっぱスポーツタイヤなので比較的多めではあります。ですがこれそんなに不快には感じないですね。ちょっとパターンノイズが聞こえるかなぐらいの感じです。ちょっとしたカーブ一般道入りますけど、やっぱサイドの剛性ちょっと高いのかなっていう印象あるんで、車がしっかりハンドルの応答性がすごい高いなっていうのが思います。キュッてすぐに応答するんですね。サイドウォールがやわなタイヤだとワンクッション遅く反応するので、これで応答性につながってるんで気持ちいいですね。車高の低い車でこのタイヤ履かせるとスポーティーさが一気に増していいですね。これワインディングとかサーキット、速度域の高いところより良さそうな感じしますね。今日はサーキットも走るので、このタイヤがどんな感じになるのか、一般道で片鱗は見えたなと思います。さあ高速道路走っております。いやスポーツタイヤということで、ちょっとね転がり感をですね感じます。グリップ感をもう感じてます。路面に食いついてる感があるんですよね。コーナリング性能が非常に高そうだなっていう印象を受けます。で乗り心地も一般道ではちょっとゴツゴツしてるかなと思ったんですけど、思ったより高速道路に移動すると、高速道路路面綺麗なのでさーっと行く感じですね。不快な振動もないし、ちょうどいい乗り心地なところですので、ロードノイズなんですけど、トレードパターン的には音が出そうだなっていう感じなんですけれども、そんなに目立たないかなという印象です。確かに静かかといえばそうではないんですけれども、スポーツタイヤだったらこれくらいの音は出るかなという印象です。ちょっとレーンチェンジをしてみようかなと思います。やっぱねすごいやっぱ反応早いんですよね。ハンドルを切ってすぐ反応するんですね。やっぱりスポーツタイヤの風格が感じられますね。すごい反応早いっていうのもやっぱりサイドウォールがしっかり作られてるからなんでしょうね。技術解説の方にもやっぱりタイヤしっかり作ってるっていう話があったので、その剛性感を高めている、その通りだなと感じましたね。やっぱスポーツタイヤの片鱗感じますね。早くサーキットで走りたいな。
高速だと低速走行ですから、この定まった速度でずっと同じ速度で走ってますから、まだまだこのタイヤのポテンシャルは感じきれないですよ。もっとすごいポテンシャルを持ってる。このタイヤはもう分かる。これで高速で分かる。はい、ということで袖ヶ浦フォレストレースウェイサーキットにやってまいりました。今まで一般道と高速走ってきました。今回ですね、サーキットからゲスト2名いらっしゃいましたので、ちょっと自己紹介と今まで一般道を走ってきた時のこの感想というのをお伺いしたいなと思います。じゃあまずアイルーフさんからお願いいたします。はい、アイルーと申します。一般道、高速道路とか80キロくらいの道ですと、ロードノイズはそこまで大きくなくて、乗りやすい印象でした。あとはショルダーも思っていた以上に固めのしっかりとした印象でした。小舟と申します。よろしくお願いします。今回一般道はですね、まだそんなにがっつり走れてないんですけども、交換してすぐ感じたのが、ハイグリップタイヤなのにもかかわらず意外と静かっていうのがまず第一印象で、しばらく走った感じはそうですね、直進安定性も悪くないですし、グリップもちょっと温まればもしかしたらもっとグリップしそうな雰囲気があったんで、ちょっと期待したいところですね。ということで、お二方の感想も聞けましたので、実際にではサーキットを走ってみたいと思います。久しぶりの袖ヶ浦フォレストレースウェイなんで、いいですね。なんか食ってる感じあるな。わ、こんな踏ん張れるのこのタイヤ。すごい、横の踏ん張りすごい。コーナーで想像以上の踏ん張り。耐えた。ずるーっていくかなと思ったら耐えるタイヤだ。調子悪いタイヤだと今のもう加速でダダ滑りっていうのがありますけどね。今の全然大丈夫。すごい走りやすいかも。いい、粘れる。走りたくなるタイヤだ。コントロールしやすいですね。滑るけどすごいカウンターステアやりやすいから走りやすい。滑り始めの挙動はすごく分かりやすい。ここでこう来るなっていうのが分かるんで対応できますね。この先に起こる挙動っていうのが分かりやすいタイヤ。これは練習にももってこいかも。ブレーキしっかりかきますね。タイヤのグリップいいから踏み込める。いや、なんかすごくいいですね。国産の結構いいお値段するタイヤに匹敵するぐらいの走りはできてるかなと思います。結構いいですよ。走りやすいな。これでお値段がお手頃だったらマジでいいよ。ちょっと膨らみ始めましたね。6周目ぐらいなんで、もうこれ以上はちょっと危なさそうだけど、うまくコントロールできる人はこれ以上もまだアタックはできそうというか、いい練習になる。はい、では実際にサーキットでこの3台で走ってみましたけれども、感想を一人一人お伺いしたいと思います。サーキット走行は私の中で 3,4 回目なんですけれども、その中でもこのタイヤは結構熱の入りが早かったので、本当に3周目くらいからもう実践的にも遊ぶことができたっていうところが一つと、結構グリップ力も高いなと感じて、コーナーのところで結構粘ってくれたので、私のみたいな初心者でも結構遊びがいがあるタイヤだなと思いました。楽しいタイヤですよね。そうですね。このいくらスポーツタイヤといってもアジアンタイヤってなるとちょっと皆さんね、ハードルがぐっと下がると思うんですけど、このタイヤはとてもですね、スポーツタイヤらしいフィーリングがあって、でもちろんめちゃめちゃグリップしてめちゃめちゃタイム出るよってタイヤではないんですけど、コントロールがしやすい。例えばお尻が流れそうになったらちゃんと教えてくれるし、それをリカバリーしようとするとちゃんと車が反応してくれるんで、練習にはもってつけで、走行会とかに走って腕を磨きたいっていう人にはぴったりかもしれないですね。本当そうですね。私も実際に走ってみて挙動がとにかく分かりやすかったですよね。ここで滑るぞっていうのも分かるし、限界までの唐突さがない。ゆっくりこう限界を迎えていくので、とてもコントロールはしやすくて、滑った時もヒヤってこう焦ったりすることはなかったですよね。しかも想像以上に
食っていましたよね。なんかしかも運転が上手くなったような気が思いました。ということで、こちらのタイヤなんですけれどもオートウェイさんで販売しておりますので、ぜひ興味のある方は購入してみてはいかがでしょうか。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。バイバイ。